どうもこんにちは、大峰です。コンパクトデジカメランキングの2回目となる今回は、もう少しお高い中価格帯機種を見ていきます。かなりの激戦区だと思われましたが、あのメーカーがものすごいカメラを出していて、個人的には意外な結果になっていきます。さて、前回に引き続き3万円以上5万円未満の中価格帯のコンパクトデジカメ5機種を見ていきたいと思います。ここ数年スマートフォンに取って代わられている感のある低価格帯コンパクトデジカメと違い、スマートフォンにはない大型撮像素子タイプやロー撮影などといった付加価値の高い機種が増えてくる価格帯で多くの方が興味を持たれているレンジだと思います。個人的な評価ポイントとして画質と動画性能を重視していますが、今回からはよりそこに重点を置いて見ていきますので、機能性や利便性を重視される方はあくまでも参考程度にご覧ください。なお、表記している価格は編集時点での価格コムを参考にしています。購入される時期により価格が変動する可能性があることをご了承ください。それでは、まず最初にパナソニックルミックス DMC-TZ85 を見ていきます。コンパクトなのに今回紹介する5機種の中で唯一 4K 動画が撮影可能なルミックス DMC-TZ85。この価格帯のコンデジで 4K というのは珍しく、それだけで十分価値のあるカメラになっています。でもその 4K 動画はレビューサイトやサンプル動画で確認する限りではセンサーサイズが小さいこともあり、さすがは 4K というほどのクオリティではなく、そこに期待して購入されると不満が出てくる方もいるかもしれません。このカメラは画質を追求するカメラではなく、その 4K 撮影機能を利用した 4K フォトやフォーカスセレクトなど付加価値の高い撮影機能で今までとは違った撮影を楽しめるカメラだと捉えた方がいいかもしれません。焦点距離は24から 720mm までカバーしているので、気軽に旅行に持ち出してある程度のクオリティでその思い出を記録することができます。最後に写真の画質ですが、ダイナミックレンジが不足しているようでハイライト部が飛びがち。ロー撮影はできますが、画質はそれほどではありません。もう一つのポイントとして 4K 動画撮影機能同様、この価格帯のカメラに珍しく電子ファインダーが搭載されているので、写真を楽しみつつそこそこ綺麗に撮れる、そんなお得なカメラです。次にオリンパススタイラス TG870 タフを見ていきます。前回紹介したファインピックス XP90 のように防水防塵対衝撃対低温という特徴を持つ TG870 タフですが、やはりレジャーに最適なカメラになっていて、 GPS を利用して撮った写真の撮影場所を一緒に記録するといったことや、移動の軌跡を記録するロガー機能を使って撮ったデータを Google マップに取り込んでその軌跡と一緒に表示することができたりと、レジャーをとことん楽しみたいという方に向けた製品となっています。それ以外の特徴としては、次に紹介する EXZR3100 と似た機能で、シャッターボタンをカメラの前面にも搭載し、左右どちらの手でも自撮り、いわゆるセルフィーを簡単に撮影できます。広角側が 21mm となっていて、セルフィーを撮影する際などに広く撮れる分失敗を防げますが、レンズが暗く、室内などでは手ブレやノイズが問題になるのと、ロー撮影には対応していないことには注意が必要です。画質に関しては5機種中唯一公式サイトに当倍のサンプル画像がありますが、それなりの画質で ISO 感度800で撮られたものでも嫌なノイズはあまり目立ちませんが、全体的にシャープネスが足りなかったり、他の写真でもモデルの髪の毛のディティールが潰れてしまったりと、この価格帯のカメラの中では少し物足りない画質となっています。次にキヤノンパワーショット G9X を見ていきます。めちゃくちゃコンパクトな筐体に1インチというこの価格帯ではありえないくらい大型の撮像素子を詰め込んだパワーショット G9X。ノイズ耐性の強い大型撮像素子、開放で 2.0 と明るいレンズの採用で、室内や暗いシーンでの撮影では他の4機種を寄せ付けません。公式サイトには相変わらず小さなサムネイル画像しかありませんが、レビューサイトなどで画質を確認する限りでは5機種の中では圧倒的に高画質、ハイライト部も簡単に飛んでしまうこともなく、シャープネスもしっかりしていて余裕のある絵作りになっています。十字キーなどのボタンがなく、操作のほぼ大半がタッチパネルのみになるのは個人的には辛いですが、ロー撮影できることもあり、作品制作ができるカメラとしてとても素晴らしいカメラです。店頭で実際に触ってきましたが、コンパクトすぎて握った時の安定感に不安を覚えたり、材質がそれほど良くないと感じる部分があったことを付け加えておきます。では次、カシオハイスピードエクシルム EXZR3100 を見ていきます。前回紹介した自撮り特化型コンデジの EXZR62。EXZR3100 はその上位機種に当たりますが、画素数は EXZR62 よりもかなり減少して1210万画素となっています。これは別に画質が悪くなっているわけではなく、むしろ画素数を抑えつつ撮像素子のサイズもパワーショット G9X ほどではありませんが、そこそこ大きいものを採用しているので EXZR62 よりも高画質かつ低ノイズを期待できるんですが、その画質の方はサンプルが掲載されていないため未検証です。EXZR62 と同様にカメラ前面にもう一つのシャッターボタンを設けているのと、撮った写真に様々な効果を適用できるメイクアップ機能も搭載。
モバイルアプリのエクシルムコネクトを利用し、たとえカメラの電源を切っていてもスマートフォンやタブレットにデータ転送は可能。その他の仕様も同じような部分が多く、EXZR62 の高画質版として、なるべく綺麗なセルフィーを撮って SNS にアップしたい女性にお勧めできるカメラとなっています。最後は、ニコンクールピックス B500 です。5機種の中ではコンパクトではないネオ一眼タイプの高倍率ズーム機であるクールピックス B500。見た目通り決して軽くはないので女性には気軽に進めづらいカメラですが、アルカリ電池やリチウム電池などが使える分撮影可能枚数が多く、一度にたくさんの写真を撮影する方には人気の出そうなモデルです。広角端は 22.5mm と非常に広く撮れる上に40倍の光学ズームで超望遠までをカバー。連続撮影速度も非常に速く、運動会や野鳥撮影の際などでは特に威力を発揮すること間違いなし。ただ、それ以外には特に優れている部分はなく、ロー撮影もできないので、一枚一枚をじっくり撮っていくというスタイルには向きません。公式サイトに小さなサンプル画像が掲載されていますが、確認する限りではディティールのクオリティはわかりませんが、ダイナミックレンジは決して広くはなさそうと感じました。いかがでしたでしょうか？この価格帯になると高画質が特徴であったり、機能性や利便性が特徴であったりと、低価格帯のカメラとはまだ違った見どころがあるのが分かったんじゃないでしょうか。紹介した5機種の中から僕が1位から3位までのランクをつけるとすれば、3位がハイスピードエクシルム EXZR3100、2位にルミックス DMC TZ85、そして第1位がパワーショット G9X となります。とにかく高画質をと考えると文句なくパワーショット G9X が1位となるんですが、4K 撮影という機能を武器に画質だけでなく様々な撮影スタイルを提案してくれる DMC TZ85 もとてもいいカメラで、この2機種が頭一つ抜けている印象でした。特にパワーショット G9X に搭載された大型の撮像素子のインパクトが強く、キヤノンの本気が伺える名機と言えるほどの出来で、最近キヤノンを敬遠していた僕ですら欲しいと思える素晴らしいカメラだったのは嬉しい誤算。この調子で他のクラスでも頑張ってくれるといいなと思います。最後に今回紹介した5機種なんですけど、皆さんならどれを購入するでしょうか？この動画の右上にアンケートを設けておいたので、ぜひ自分の気になるデジカメにチェックを入れてみてください。次回はいよいよ高価格帯のコンパクトデジカメを見ていきます。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。